おだつこんちこんばんぽーです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ハードプレスと B2B どっちがいいのやっていきたいなと思います。いや、このガチャ来ましたね。いやマジやばすぎ普通に強すぎるよね。チェフとかもやばすぎるけど、今回このビエラさんですけど、ビッグタイムのビエラはね B2B で、今回はハードプレスなんですよね。でどっちがいいんだというところですよね。これを今日はやっていきたいなと、何が合ってるのかやっていきたいなと思います。で急いで作ってるんで編集は雑です。さあチェンジ方法ですね。チェンジ方法は今までと同じような形になっていきます。調子は普通で固定して、周りの選手はプレイスタイルなしという形になっております。チームスタイルはショートカウンターでビルドアップをして見ていきたいなと思います。で左サイド、センター、右サイドという形でですねビルドアップを見ていきたいなと思います。今回使っていく選手はこの2人のビエラを使っていきます。能力はですねこんな形でですね、ディフェンスとスピシュに関して合わせてきました。これでどう変わっていくのか、 B2B を見て、そしてハードプレスを見て、カウンター時の動き、あとは守備の動きまでですね見ていきたいなと思います。今回は442の左側の中盤ですねで使っていきたいなと思います。まずは B2B から見ていきましょう。ボランチの段階 DMF の時ですね、こんな形ですね。結構パス受けの動きっていうのをねしてましたね。意外にね動かないかなっていう感じでしたね。前に行かないんだなって感じ。前には行かなくてもですね、こんな感じで右とか左とか縦横無尽にですね動いてましたね。これネドベドの時もジタバタしてるななんて話をしてたんですけど、それに近いですねやっぱり。なので結構裏抜けはねそんなに考えてなさそうな感じでしたね。特にこの DMF の時はですねそんなに考えてなさそうっていう感じでしたね。もう守備に徹しますみたいな感じでしたね。次 CMF ですね。CMF の時はですね、さっきと同じような感じでパス受けはこうやってねジタバタというかね、あちこち動きながらしていくっていう感じに加えてですね、さっきの DMF の時になかったこうやって裏抜けとかね、こういうこともしてましたね。前のスペースがあれば裏抜けするしっていう感じもありましたね。ある意味でですね、全くこうなんだろうな、同じようにビルドアップはしていてもですね、周りの動きによって裏抜けたり裏抜けなかったりっていうのはその時その時でねビエラなりに判断してやってそうな感じでしたね。ちょっとワンテンポ遅れてやったりとかね。なので毎回同じタイミングでっていう感じでもなかったですね。この時は結構遅めに裏抜けたなとか、この時は早めに裏抜けたなっていうこともやっぱありましたね。予想がつかないといえばそんな感じでもありましたね。であとはねこうやって逆サイドの時にでもですね、こうやってね斜めに裏抜けしますね。ここからこうですね、こうやって斜めにこうやって裏抜けたりしますね。こういう動きはね B2B ならではだったのかなと思います。はい、ここからハードプレス見ていきます。 DMF から先ほどバタバタしてましたが、こんな感じではなくてですね、ある程度裏抜け、ある程度こうパス受けしてからタイミング見てこうやって裏抜けするって感じでしたね。結構 DMF の時はね降りてきてくれますね。やっぱその反面ですね、ビルドアップの時こうやってね裏抜けとかもしてくれたりします。でこれが右サイドとか、あとはこうちょっと距離っていうんですかね、距離がこうついてくるとですね、離れてくるとですねそんなに裏抜けせずに、守備に徹するっていうような感じはしてました。はい、ここから CMF ですね。やっぱこう裏抜けとかはねしてくれますね。CMF になるとですね途端にというかディフェンスの意識がちょっとやっぱ薄くなってましたね。顕著に薄くなってたなって感じ。裏抜けをすごく意識してるなっていう印象は強かったですね。であと1回上がるとですねなかなか降りてこない感じもしましたね。これはですね右左とか関係なく距離が近ければやっぱこうね裏抜けとかもするしっていう感じでした。ただこうやって距離が遠くなってくるとですねそんなに裏抜けせずに、後ろでカウンターに備えて待ってるというかね、そんな感じもしましたね。はい、ここからですねカウンターの動きも見ていくんですけど、これはどちらの時も同じでしたのでちょっと一緒にしてるんですけど、
B2B の時はですねこんな感じでですね、ちょっと思ったより裏に抜けようとしない感じがしました。タイミングを見てですねこんな感じで裏抜けたりとかね、そういうことはしてましたね。ハードプレスですね。ハードプレスに関してはですね、さっきとやっぱ見てた通りですね、こう分かりやすく裏を狙ってくれてましたね。もちろん DMF の時の方がこの確率って少なかったんですけど、スペースがあればですね裏に抜けようとしてくれている、そんな感じでした。はい、こっからですね守備の動きを見ていきたいなと思います。割とどっちも似てたんで気になるとこだけ中心にやっていきます。 DMF、CMF ここもね動き一緒だったので一緒に見ていきたいなと思います。まずは B2B の時ですね、取られた後の動きです。この守備のこの爪なんですけど、この敵にこう詰めるところなんですけど、こうなんかこうやんわり詰めてるの分かりますかね。なんとなくちゃんとね取ってくれる時ももちろんあるんですけど、こうやんわり詰めてあんまり取り行かなかったりとか、こんな感じでこのゆっくりこう詰めてる感じはちょっと気になったので、これは B2B のあれなのかな。まあただ本当に取りに行ってくれることもあるのでね、そこは全然いいんですけど、なんかたまにこういうシーンがねあったのですごく気になったのでちょっと上げておきます。はい、ここからハードプレスですね。ハードプレスの時はですねこんな感じで結構ですねパスコース切った後にねですね積極的に詰めてくれます。パスコース切ってとかね、こうあとはもう取りに行ってくれますね。こうやってねここのシーンとかも一回縦切ってから取りに行ってくれるんですね。こことかもまずは縦切ってその後取ってくれるというような感じでしたね。ここもですねこう縦まず切ってから取りに行くというような感じはしてましたね。まあこれ結構ありがたいですよね。操作何もしてないですからね。それでこれやってくれるのは非常にありがたいですよね。ハードプレスの良さっていうのは出てるのかもしれませんね。なのでカウンターとかは未然に防げるかもしれないですよね、こういうところでね。はい、でここはちょっとおまけなんですけど、これはどっちでもありました。 B2B でもハードプレスでもあったんですけど、この敵の持ってる向きっていうんですかね、体のボールを持ってる敵の向きによってですねマークとかの受け渡しとか、変わってくるんですよね。これビエラとかがすごく顕著に出てましたけど、バイタルエリアのパスカットインターセプト狙ったり中のケア回ったりっていうのをね向きによって変えてましたね。で中のセンターバックの3枚見てもですね受け渡ししてるんですよね、マーカーの。でこれがですね、なのでなんであげたかって別にこれビエラ関係ないんですけど、サイドでですね意味もなくターンとかするだけでもですね中のマークずれるんだなと思ったので、この辺はですねオンラインとかでなかなかセンタリング決まんないなとか思ったらちょっと1回入れてみるとかね、ワンテンポずらしてみるとかもありかもしれませんねっていうところで、結論ポゼッションは B2B、 カウンターはハードプレスが向いているとします。いやまあちょっと個人的な感想も入ってはいるんですが、チームスタイルの話とかではなくてですね攻撃の仕方の話になってきますね。なのでポゼッションだからダメとかそういうことではないですけどね。ちょっとまとめておきました。 B2B 縦横無尽にパス受けとか裏抜けをよくしてたなと思いましたね。無印の動きをね誇張したような感じ、なんかデコイラに近いような動きなのかなとも思いましたね。で予想はしにくい分ですねタイミング合えば刺さりやすいね斜めの抜け出しとかもしてくれてたのでね、そういった意味ではですねポゼッションとかはすごく向いてるのかなと思いましたね。いろんなところでパス受けをしようとしてくれますからね。で守備はそつなくちゃんとね、こなしてはいたのでここは問題ないのかなと思いました。でハードプレスに関して上下の動きがやっぱり特徴的でしたよね。攻守がはっきりしてるとも言えました。なので今予想しやすい動きっていうのは言えましたね。という意味ではカウンターとかはハードプレスの方がしやすいのかなと思いましたね。でタイミングは合わせやすい、敵も味方かもしれませんがそういった意味ではすごくいいのかなと思いましたね。で守備は見ていただいた通りやっぱ積極的によくやってたなという印象はありましたので、カウンターを未然に防いだりとかね、そういった部分に関してはハードプレスの方がいいのかなと思いました。その反面ですねハードプレスにすると上がってしまうというのもありましたので、守備固めしたいとかだけで見るとですね B2B の DMF の方が守備固めにはしやすいのかなとは思いましたね。自分のチームスタイルとか攻めたい形とかを考えながらですね参考にしていただければなと
思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。個人的にはですね B2B 結構好きじゃないんですけど、まあ意外にね守備固めとか使えるのかなとかね、ハードプレスは割とカウンター時使えそうだなと思いましたね。ぜひ参考にしてみてください。それじゃあまた、バイバイ。